こんにちは、アリスチャンネルです。今回は自然の神々2回目、山の神と石の神です。1回目をお聞きになってない方は概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらも聞いてみてください。では早速ご紹介していきましょう。山の神。我が国の山で働く人たちは旧暦2月と10月にグロテスクな魚であるオコゼを山の神に供える男だけの祭りを行い、この日は山に入るのを禁ずるのが習慣でした。男好きで嫉妬深い山の女神はオコゼが大好物だと言われていたからです。日本各地では今でも旧暦2月と10月の亥の日に仮装して待ったり、家々の地面を縄で叩く行事が広く見られます。これは春の農作業の始めと秋の収穫の際に他の神を祝う行事だというものの、実際は山の神のための祭りでした。農民たちは山の神は春に里へ降りてきて農作業を手伝い、収穫が終わる晩秋に山へ帰ると言い伝え、このような送り迎えの行事を行っていたのです。つまり他の神と山の神は同一だとみなしていたわけです。この日本の亥の日の祭りにあたる行事はヨーロッパにもあります。秋の収穫期に藁人形のコーンドリーを作って飾る行事で、これは山に住む魔女が里へ降りてくるのを追い払う意味が込められており、穀物の霊を人形に仕立てることで翌年の豊作を願います。日本の信州や越後の農村では、田から引き上げてきたかかしに餅を供え山へ帰ってもらう風習がありました。かかしとは山を案ずるものであるとともに、山の境にいるもので、世間のことをよく知っている博識の神です。かかしの古語は祖法度といい、古事記ではこの神は足はいかねども天下のことを知る神なりと説明しています。足はいかねどもというのは一本足で上手に歩けないことで、かかしが一本足なのはそのためです。古代中国でも一本足の神が知られていました。6世紀に記された慶祖歳時記では、西の山中に人あり、一本足にして人を恐れずと紹介しています。山の神の中には一本足ばかりか一つ目のものもいます。柳田国男は一つ目小僧の中で、飛騨の雪入道、紀伊の一つたたらが、いずれも目一つ、足一つと語っていますが、同様の山神伝説は全国至るところにあったようです。危機神話に登場する一つ目の神は天目一つ神で、日本書紀は天孫降臨に際して鷹娘が最後の制作者を決める際にこの神を制作者に任命したと記します。すなわちこの神は火事工なのです。目が一つなのは火の色で金属の溶け具合を知ろうと常に溶鉱炉の火を一つ目で見続けたため、ついに片目になってしまったからです。このように一芸に秀でた異形のものを神と崇めるのが古代の習わしでした。これに似た神格は北欧神話にも見られ、神剣グラムを作った火事の名手である神オーディンも一つ目の老人という存在で語られています。さらに古く紀元前22世紀のエジプト第五王朝で、ヘリオポリスの祭司たちは原初の神アトムを一つ目だとしていました。アトムは意志の力によって自らを創造し、その出現した場所に丘を作って立ったという一種の山の神ですが、このワジェットと呼ばれる目はアトムから離れて全世界を統治する独立性を備えていたといいます。この点についてベロニカ・イオンズは次のように語っています。アトムだけは一つの目しか持たなかったようであり、その目は物理的に彼から離れることができ、それ自身の意志によって動く独立性を持っていた。ワジェットについて
2つの重要な神話が言及している。まだアトムの保護下にあった頃の大気の神シューと霧の女神テフヌトははじめ原初の海ヌンの水の闇の中でアトムから離された。アトムは己の目を派遣して彼らを探させた。結局シューとテフヌトは目と共に帰って目がシューとテフヌトを探している間、アトムは別の目、はるかに明るい目をその代わりに置いた。最初の目は帰ってきて自分の代理の目がいるのを知り、アトムに対して怒った。そこでアトムはその最初の目を額につけた。目はそこからアトムがまさに想像しようとしている全世界を統治することができた。この目はしばしば破壊的な女神として描かれた。それゆえ宇宙創生神としてのアトムは銀河系規模での新生出現の様相をも思わせます。またギリシャ神話における火と火事の神ヘーパイストスがビッコであり、火山の神ともみなされていたのはあまりにも有名です。ヘーパイストスはゼウスの姉にして妻であるヘーラーが夫と交わらずに産んだ子だとされています。生まれてみるとこの子は奇形でした。両足がびっこでつま先が後ろを向いていたので歩くことができず、体を丸めて転がらなければ前へ進めなかったのです。その醜さに怒ったヘーラーは我が子を海中へ投げてしまいました。これを海の女神ティティスが救い、9年の間養ったので、ヘーパイストスは女神に宝石入りの衣装を作って送ったとされています。ヘーパイストスはオリンポスの神々の宮殿のすべてを作ったとされています。このように日本やヨーロッパではビッコや片目の人が火事を天職とした山の人が多かったと考えられます。こういう人々の暮らしは狩猟生活が主体だったはずですが、豊かな穀物を求めて里へ降りて田畑を手伝ったのが山の神の去就と移ったのでしょう。石の神。山の細い街道を行くと道祖神、地蔵、馬頭観音といった素朴な石神に出会います。これらは大都会の意外な片隅にもひっそりと佇んでいて、思わず見とれてしまうこともしばしばあります。風雪に耐える石に身体を彫るのは、これらの神聖が永遠に続くようにとの願いからなのでしょうが、その根源をたどってみると、石が持つ不思議な力を古代の人が畏怖して崇めていた例も少ならずあるようです。我が国の道祖神の多くは江戸時代中期頃に作られたものだと言われています。諸藩の城が一通り完成したので、職を失った石職人が村へ帰ったり流浪したりした際に、それぞれが得意な人物像を掘り上げたのです。そうしたものの中に危機神話に登場する猿田彦の神と天のうずめの御事を配した像があり、これが正当な道祖神像だと考えられます。猿田彦は道の分かれ道にいた神で、ニニギの御事の天孫降臨に際して道案内をした神です。天のうずめはその猿田彦と交渉をして道案内を承諾させた女神ですから、共に道を司る神だと言えます。古代の集落においては、集落の入り口の道にこのような石神を立てて、外から来る邪悪な者の侵入を防ぐ役割を担っていました。ギリシャ神話における石の神の代表といえば、何といっても恐ろしいゴルゴーンでしょう。海の老人ポルキュスとその妹ケイトーとの間に生まれたのがゴルゴーンのステンノー、エウリュアレー、メデューサの3人の娘ですが、2人の姉は不死で決して年を取りませんでした。しかし末のメデューサだけは日々年を重ねて変化していく人間の乙女だったのです。怪人ポセイドンは春の野原でこのメデューサを愛し、彼女の体内には怪人の子たる天魔ペガサスと
英雄クリューサーオールが宿されていました。ゴルゴーンたちも元来は美しい少女で、ことに髪を何よりも誇りにしていました。しかし戦闘女神パラス・アテナと美を争う不遜な態度をとったので、怒ったアテナがゴルゴーンのすべての美を剥奪してしまいました。すなわち自慢の髪は蛇に、歯はイノシシのごとく、そして目は見る者を石に化してしまう邪眼イービルアイに変えられてしまったのです。ゴルゴーンは遥かなる西にある死者の国の洞窟に住んでいました。その洞窟には人間や動物の形をした石がたくさん転がっていましたが、これは言うまでもなくゴルゴーンを見たために化石してしまった者たちの姿です。ギリシャ神話に組み込まれる以前のゴルゴーン、特にメデューサは先住民族が信仰した厄除けの力を有する古い大地の神だったらしいのです。したがって彼女は大地母神にして豊穣の女神たるデメテルの娘のペルセポネへとしばしば混同して語られていたようです。メデューサを退治したのは英雄ペルセウスで、無論不死のステンノーとエウリアレイは殺すことができないため、最初からメデューサだけを討伐の対象にしたのです。彼はアテナより青銅の盾を、ヘルメスより金の鎌を、3人の妖精からそれぞれ翼のついた靴、キビシスという袋、かぶれば体の見えなくなる帽子を借り、空を飛んで洞窟へ行きました。ペルセウスはメデューサの睡眠中に姿を消して近づき、直視せぬように顔を背け、縦にその姿を映しながら鎌で首を切りました。首をキビシスに入れた途端、メデューサの首からは怪人ポセイドンの息子たち、天魔ペガサスと英雄クリューサーオールが飛び出しました。その騒ぎにステンノーとエウリアレイが目覚めて追ってきたので、ペルセウスは空中を走り逃げました。戻ったペルセウスはその首をアテナに捧げ、アテナはその首を自分の盾の中央につけたのです。また紀元前30世紀から20世紀の古代オリエントにおける大地母神エルシュキガルは巨大な力の持ち主で、冥界の女王も兼ねていました。その妹は天の神イシュタルで、夫である食物の神タンムーズの死を回復するため冥界を訪れます。この物語はイシュタルの冥界下りとして粘土版が現存しています。エレシュキガルはイシュタルに目を向けた。死の目を発した怒りの言葉を叫んだ罪の叫びを、イシュタルは死体に変わったというように邪眼を浴びせるのです。エレシュキガルは石の邪眼を持っていたと言われています。このように黄泉ではどの地でも多くの石の神が支配していますが、それは諸民族が太古より死者を石の棺桶に入れ、石室に葬ったところからの連想によるものでしょう。ところでイシュタルの系譜はギリシャのアフロディーテと同一視され、豊穣の女神の要素を持っているのです。したがって古代の人々は地下に伸びる食物の根があたかも地底の冥界を訪れているように考えていたのです。はい、これで本の紹介を終わります。今回は自然の神々第2回目、山の神と石の神でした。次回は第3回目、木の神と月の神のご紹介です。ではまた次の動画でお会いしましょう。